皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。強力なカードと戦術を惜しみなく使う EDH、通称 CEDH のプレイ実況動画、ゆかりん CEDH へようこそ。ゆかりん CEDH は4人対戦の中で私がどうやって勝ちに行くかのゲームプランの解説や読み合いなどをメインとした実況動画を目指しています。カジュアルフォーマットだけど真剣に勝利を追求するのもとても楽しい、私なりの EDH の楽しみ方を共有できたらとても幸いです。ゆかりん CEDH はペイトリオンサポーターの皆さんの提供でお送りいたします。ペイトリオンサポーターにはゆかりん CEDH ディスコードサーバーへのアクセス権やオリジナルステッカーなどの特典がついてきます。気になる方は動画概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。それでは本日のデッキ紹介の方に移りましょう。今回使うジェネラルは軍団のまとめ役ウィノータ。ウィノータは CEDH 環境では非常に珍しいボロスカラーのジェネラル。自分がコントロールする人間ではないクリーチャーが攻撃するたびにトップ6枚を確認し、その中から人間クリーチャーを1枚選んで攻撃した状態で出す効果を持っています。ウィノータはこの効果を最大限に活かしたクリーチャー主体のスタックス展開で相手の動きを封じ込めることで、コンボだけではなくビートでの勝利も狙えるユニークなジェネラルです。スタックスデッキにありがちな負け筋として、スタックスピースを展開し続けても自分がなかなか勝利に近づけず、結局突破されてゲーム終了まで持っていかれてしまうパターンがありますが、ウィノータだと最初に置いたスタックスピースが、さらなるスタックスや打点、コンボパーツなどを持ってきてくれるので、相手の動きを阻害しつつ自分の勝利に近づけるのが大きな強みです。なお、従来のスタックスデッキと比べてスタックス展開から勝ちまでの流れがスムーズとはいえ、毒の濁流や滅ぼしなどの全体除去には弱いので、決めきれず相手に対応札のサーチの猶予が生まれそうな時は、ペース配分が重要になってきたりと、脳筋に見えて繊細な一面があるジェネラルでもあります。ウィノータのリーサルコンボは効果で出せる人間クリーチャーが主体となるものが多く、士気あふれる徴集兵や村の鐘鳴らし、戦闘の祝賀者に、引き時期やかけらの双子を組み合わせた無限ビートだったり、ウィノータで刃の歴史家がめくれてしまった時の特大ビートなどで勝利を狙います。ゲームの流れとしては、1、2ターン目はマナ加速をしつつ、人外クリーチャーやスタックスピースを展開し、ウィノータを出したターンから一気にクリーチャーを展開して盤面を制圧。あとは縛りが緩いプレイヤーをビートで仕留めてから、動きを封じられているプレイヤーを料理したり、サーチ能力を持った人間クリーチャーなどを活用して、前述のコンボを揃えたりして勝利を狙います。ゲーム序盤はウィノータを早く出すためのマナ加速とウィノータを出す前に人外クリーチャーを展開することの2つが非常に重要で、5枚スタートでもいいのでマリガンで全力で探しに行きます。今回ウィノータを使うにあたってコメディアンさんが制作したデッキリスト及びデッキガイドを参考にさせていただきました。それでは本日の対戦相手のジェネラルを見ていきましょう。シムチャが使うのがアゾリウスの造反者ラビニア。マナ加速からの展開やマナ加速そのものを咎めれる強力なスタックス能力を持ったジェネラルで、出た当初はガチガチのスタックス型が主流でしたが、最近だとメインのスタックス要素を大幅に減らし、パラダイムシフトとタツサの新託者のコンボを狙う方が多い気がします。おそらく知識層とか前兆の機械などの単体では扱いづらいロックパーツを抜いて、コンボを支えるドローカードやサーチカード、軽い打ち消し呪文を多めに採用していると思います。幸いにも私の単純なラビニアより先ですが、悟りの強磁者でマナクリプトや宝石の睡蓮などをサーチすると咎められてしまうので要注意です。対面が使うのがオリテのティムナとトリトンの英雄トラシオスの組み合わせ。何でもできちゃう組み合わせなのでデッキ内容の読みようがありませんが、ラビニアの後のスタートなので、ティムナでアドバンテージを稼ぎ始めるターンが1ターン遅れてしまうのが辛そうです。神茶が使うのがオリテのティムナとルーデビックの名作クラムの組み合わせ。以前はムカつき特化型のブルーファームとホイールコンボ中心のオーパスシーフの2択でしたが、最近オーパスシーフを全然見ないのでブルーファーム予想で良いと思います。ティムトラと違って緑のマナクリーチャーを採用できない分、1ターン目からマナ加速をするのが難しいので、ラビニアを処理できるカードをマリガンで探してきそうです。全体的にスタックスの通りがいいですが、あまり神茶や対面を縛りすぎると、シム茶のパラダイムタッサを止めれる人がいないなんてこともあり得るので、ギリギリ死なない程度のスタックスを意識して展開していきたいですね。それでは対戦の方に移りましょう。私のポジションは1番目。まずは最初の7枚を見てみましょう。ギラプールの希望、ソルリング、溢れ返る岸辺、平地、弁論の幻霊、プリンの欲場、石と黒の海蛇。1ターン目のマナ加速から人外クリーチャーを2体展開。そして2ターン目にウィノータを出してから効果を2回誘発しさらに展開。3ターン目以降も出せるクリーチャーがある100点満点のハンドですね。もちろんキープします。下茶は5枚、トイメンと上茶は7枚スタート。対戦よろしくお願いします。私のターンの前にトイメンの0ターン目アクション、金属モックスを追放して宝石の洞窟をプレイ。対ラビニアではかなりいいスタートですね。私のターン、ドローは真鍮の都。まずは溢れ返る岸辺をセットランドしてからプラトーをフェッチ。ソルリングをキャストしてから2マナ生成。そして1マナずつ使ってギラプールの希望と石と黒の海蛇をキャスト。下茶にターンを回します。下茶のターン、吹
キサラシの荒野をセットランドしてからツンドラをフェッチ、マナクリプトをプレイしてからアゾリウスの印鑑をキャスト、そしてラビニアをキャストしてからトイメンにターンを回します。予想以上のマナ加速をしてきましたね。トイメンのターン、近畿の果樹園をセットランド、スピリットトークンを下茶の元に生成しながらトラシオスをキャストしてゴー。上茶のターン、セットランドは樹木しげる36、上茶は手札の類人猿の指導霊を追放して赤マナを生成し赤霊波をキャスト、ラビニアは破壊され上茶が自由に動けるようになります。上茶は宝石の睡蓮とマナクリプトをキャスト、そして樹木しげる36からボルカをフェッチ、クラムをキャストしてからターンを終了。予想に反してトイメンも上茶もラビニアの効果をうまく回避して展開してきましたね。私のターン、ドローはマナの合流点、平地をセットランドしてからウィノータをキャスト。しかしトイメンは手札の劇場の貢献とライフをコストに意志の力をキャスト、ウィノータを打ち消します。ラビニアがいれば心配いらずだったのですが、まさか持っていたとは。仕方がないのでコンバットに入り、ギラプールの希望でトイメンを攻撃してから下茶にターンを回します。下茶のターン、マナクリプトは失敗で3ダメージ。下茶は統率の塔をセットランドしてから呪文探求者をキャスト。呪文探求者の効果でパラダイムシフトを手札に加えます。おやおや、随分とアグレッシブなサーチですね。おそらく手札に立つ差の新託者も持っているので要警戒です。下茶はターンを終了、トイメンにターンが回ります。トイメンのターン、セットランドもなしでそのままパス。上茶のターン、マナクリプトは失敗で3ダメージ。上茶は血の墓所をショックインしてからターン終了を宣言。私にターンが回ります。事故っているわけではなく、パラダイムタスサを警戒して妨害札を構えていると考えた方が良さそうです。私のターン、ドローはギャンブル。マナクリプトを持ってこれればウィノータの再キャストができるので、早速キャストします。ギャンブルにスタックしてまたまたトイメンのアクション。暗黒の儀式をキャストして3マナ生成。さらに敵対工作員をキャスト。上茶のクラムが誘発してワンドロー。サーチを奪われるだけでなく、ギャンブルのディスカードもしなきゃいけなくてかなり痛手ですがなすすべがありません。トイメンは私のライブラリからマナクリプトを追放。下茶がパラダイムタスサを仕掛けてくる読みの強気のプレイですね。そしてギャンブルのディスカードが解決。ブリンの欲場が捨てられます。弁論の厳霊が捨てられなかったのは不幸中の幸い。マナの合流点をセットランドしてから弁論の厳霊をキャスト。パラダイムタスサの妨害をしに行きます。上茶のクラムが再び誘発してワンドロー。弁論の厳霊が着地し、すべてのプレイヤーは1ターンに1度しか呪文が唱えられなくなります。これで下茶のパラダイムタスサの心配はしばらくいらないはず。下茶にターンを回します。下茶のターン、マナクリプトは成功。下茶はメインフェーズに入りラビニアを再キャスト。再び唱えられる呪文への制限がかかります。弁論の厳霊でこれ以上カードを唱えられないので下茶はターン終了を宣言。ここでトイメンが吸血の教示者をキャスト。ライフを2点失い、カードを1枚ライブラリからトップに仕込んでからトイメンのターンに入ります。トイメンのターン、吸血の教示者でサーチしたであろうミスティックレモーラをキャスト。これにスタックして上茶が叱責の風をキャスト。対象は弁論の厳霊。弁論の厳霊はバウンスされ各プレイヤーは2枚切削。取れるゲームアクションがないトイメンは下茶にターンを回します。トイメンのターン、マナクリプトは成功。上茶はマナの合流点をセットランドしてから暗黒の儀式をキャスト。トイメンがレモーラでドロー。3マナ生成してから記憶の裏切りをキャスト。トイメンがレモーラでドローするも対応札はなし。記憶の裏切りが解決し、3人の墓地を追放します。上茶はトイメンの暗黒の儀式をキャスト。トイメンがレモーラでドロー。お次はトイメンの総裁をキャスト。トイメンがレモーラで再びドロー。続いてトイメンの花の絨毯をキャスト。トイメンがレモーラでまたまたドロー。そして残りのマナを使ってティムナをキャスト。次のターンの私のビートを警戒しているのか、クラムで攻撃せずに第2メインに行こう。花の絨毯で白マナを生成してからエスパーの保証をキャスト。ドローエンジンを3つも並べてきました。スタックスが刺さると思いきや綺麗に回避されちゃってますね。私にターンが回ります。私のターン、ドローは忠実な弟子。真鍮の都をセットランドしてからウィノータを再キャスト。さすがに今度こそは通るでしょう。上茶が総裁を使わずウィノータが無事着地したのでコンバットに行こう。ギラプールの希望でトイメン、リシトグロの海蛇で上茶を攻撃。人外クリーチャーで攻撃宣言をしたのでウィノータの効果が2回誘発。最初の誘発でトップ6枚を確認。ドラニスのハンチを盤面に出し下茶を攻撃。2つ目の誘発でサリアの早期兵を出し上茶を攻撃。さらに早期兵の出た時の効果が誘発。しかし敵対工作員がいるので任意効果のサーチは使わずブロック宣言に行こう。下茶はラビニアでドラニスのハンチをブロック。トイメンに1点、上茶に5点。ギラプールの希望で下茶を攻撃して沈黙効果を使うのも考えましたが、下茶がパラダイムタスサを決める際に上茶の総裁がクラムのドローを挟んで2回誘発する上に、トイメンがレモーラでかなりドローしているので、ここは次のターンの展開を注視した欲望のギラプールの希望キープでいきます。トイメンのマナ加速手段は基本的にクリーチャーなので、次のトイメンのターンで負ける可能性も低そうですし、上茶もそこまで手札が多くないので、もう1ターン回ってくると信じてターンを回します。下茶のターン、マナクリプトは失敗で3ダメージ。下茶はメインフェーズに入りパラダイムシフトをキャスト。トイメンがレモーラ、上茶がエスパーの保証でドロー。さらに上茶の総裁の効果、トップを公開し、それのマナコストが2ならパラダイムシフトを打ち消します。
公開されたカードはモックスダイヤモンド。残念ながら総裁は不発でパラダイムシフトが解決。ライブラリをすべて追放し、墓地の吹きさらしの荒野と白鳥の歌をライブラリに戻します。そして下茶はタッサの新託者をキャスト。上茶のクラムと総裁が誘発。上茶はクラムの効果を先に解決しモックスダイヤモンドをドロー。ブルーファームならそこそこの枚数の2マナのカードがあるはず。お願いします。公開されたカードは独走のタリスマン。タッサの新託者と同じ2マナなので、タッサの新託者が打ち消されます。惜しくも勝利をつかめなかった下茶はターンを終了。ドイメンにターンを回します。ドイメンのターン、1マナ払いでモーラをキープ。溢れ返る岸辺をセットランドしてからアンシーをフェッチ。そしてエスパーの保証込みで普通にマナを払い、ギタクシア派の調査を上茶を対象にキャスト。上茶の手札を確認してからワンドロー。上茶が意外な授かり物を持っているみたいなので、ラビニアに打ち消されてしまいますがモックスアンバーをキャスト。手札を6枚に減らしてから上茶にターンを回します。上茶のターン、マナクリプトは成功。上茶はメインフェーズに入り意外な授かり物をキャスト。全員手札を捨ててから6ドロー。ここで下茶はライブラリアウトで脱落。さて私の6ドローはどんな感じでしょうか。大量マナブーストができる鳩場の恐喝者、人外クリーチャーの水増し兼コンボパーツの利用や、人外を大量に生み出せる軍勢の戦親分、かなり強いカードを引けました。上茶はコンバットに入りクラムでトイメンを攻撃。第2メインに入りティムナの効果で1点払いワンドロー。そして上茶はツンドラをセットランドしてからオパールのモックスをキャスト。ドイメンがレモーラでドローしてから私にターンが回ります。私のターン、ドローはエメリアの呼び声。まずはメインフェーズに入り魂の洞窟をセットランド。種族宣言はゴブリン。そして魂の洞窟を使って打ち消されない鳩場の恐喝者をキャスト。鳩場の恐喝者の効果で宝物を5つ生成。お次は軍勢の戦親分をキャスト。上茶がクラムでドロー。さらに炎の踊り手リオーニャをキャスト。これだけ展開できればウィノータのめくり次第でゲームエンドもありえます。それではお楽しみのコンバットフェーズに入りましょう。軍勢の戦親分の効果で速攻持ちゴブリンを生成。さらにリオーニャの効果で鳩場の恐喝者のコピーも生成。鳩場の恐喝者のコピーとゴブリントークンでトイメン。ギラプールの希望、石と黒の海蛇、サリアの早期兵、そしてウィノータで上茶を攻撃。人外クリーチャーが4体攻撃したのでウィノータの効果が4回誘発。楽しい4連ガチャの時間です。まずは一発目、トップを6枚確認。月の大魔術師を出して上茶を攻撃。これでこのターンで決めきれなくても相手は相当動きづらいはず。2発目、戦闘の祝賀者を出して上茶を攻撃。戦闘の祝賀者とリオーニャで次のターンに無限コンバットが成立するので、勝負はもらったも同然です。3発目、セラの後遺層を出してトイメンを攻撃。そして最後のウィノータ効果でトップ6枚を確認。わお！ウィノータの効果で出すのは刃の歴史家。すべての攻撃中クリーチャーに2段攻撃を付与します。ダメージは足りていませんが、土地しかマナソースがないトイメンは月の大魔術師で動けませんし、上茶はキラプールの希望の効果で動けないので、確実に私にもう1ターン回ってきます。たとえ無限コンバットコンボが揃っていなくても、盤面にはオーバーキルの打点が並んでいるので対戦相手は降参。私の勝利です。対戦ありがとうございました。トイメンの妨害によって初動がだいぶ遅れたものの、人外クリーチャーを事前に展開できていたので、そこまでペースを乱さず勝利まで進めましたね。弁論の原例は、長く盤面にとどまらなかったものの、下茶がパラダイムタッサを仕掛けるターンをずらしてくれたおかげで、トイメンと上茶の動きまで遅らせてくれて大活躍でしたね。目立たない形での活躍でしたが、石と黒の海蛇がうまいこと上茶の盤面をすり抜けてくれたのも勝利に大きく貢献してくれました。ウィノータを使ってみた感想ですが、スタックスデッキらしからないスピードでゲームエンドまで持っていけるので、スタックスの泥沼感が好きじゃない人にもおすすめできるジェネラルです。今回の動画はこれにておしまいです。もしゆかりん CEDH を楽しんでいただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。